さあ、京都の新市長、松井市長、本当に当選おめでとうございます。ありがとうございます。飛んだよよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日は生みの親でもあるんです。村田先生は。村田先生言うたらあかんですよね。ここではこうちゃん。私もこうちゃんなんで。こうちゃん1号生みの親なんです私の。こう考える会というところは作っていただいて、で作る会というのを全部回していただいて、世話人でお世話になりました。ありがとうございます。もう皆さん松井市長のことはよくご存知だと思いますけれども、もちろん京都のお生まれで京都でお育ちになって、大学は東京大学の教養学部に学ばれまして、ご入省の時は通商産業省ですよね、当時は。今日の経済産業省にご入省になって、アメリカにもご留学になって、そして民主党の時に参議院議員にお立ちになって、内閣官房副長官もお務めになって、それから政界を一旦ご引退になって藤沢にある慶應義塾大学で、教鞭をとっていらっしゃったんですけれども、この2月の市長選挙に京都のためにというので戻ってきてくださって、立候補してくださって、そして見事当選を果たされたということで、今日お迎えできて光栄に存じます。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まずはその市長になられて、いろんな政策私たちも拝見いたしましたが、どういうふうに進めていきたいか、そしてなってみたらえらい困ったなというようなところをお話しいただけたらと思います。はい、市長を担いでいただく母体の会がね、文化史と京都を作る会ということで、文化庁も昨年の3月に京都に来てくれはりましてね、でその文化庁もそして京都府も京都市も一体となって、本当に文化史との名にふさわしい街を作りたいというのが、私のざっくりとした京都の街の目標像なんですけど、なってみて思うのはね、やっぱり人口減少っていうのが結構あるんですよ。で人口の 10% 以上が学生大学生なんですけど、これは日本の都市の中でトップですね。大学たくさんありますからね。はい、30いくつの大学がありまして、同志社大学一等にですね、京都大学もそうですし、素晴らしい大学がたくさんあるんですが、卒業すると京都の街を離れてしまわれるんですよ、若い方々が。でその比率がじわじわ上がってるんです。で十数%しか残らないんです、逆に言うと。なので私はやらなければいけないことは、こういう素晴らしい街や文化のような、なんていうんですかね、国宝重要文化財だけではなくて、ここも文化財ですけれど、生活文化としていろんなしつらえというものを守り、同時にその文化を育んでいくためには経済も必要なんで、経済を少し伸ばしていく。そのためには多くの人が京都でこう住み続けていただける、そういう街にしなければいけないというのが私の、当面の課題だと思います。学生のことで言いますとね、土砂の学生たちも割と大阪から通ってるとか、滋賀から通ってるとか、大学には来るんだけれども、それぞれ地元があって近場から通ってるとかで、京都にいる間は大学で勉強して、あとせいぜいバイトで 2,3 時間で、それでもう急いで帰ってしまって、4年間京都にいても実はお寺にも行ってないし京都のことをよく知らないっていう割と残念なことが多いので、やっぱり若者たちにもう京都を知ってもらうというような仕掛けみたいなのを大学もそうだし行政もやっぱり考えていかないといけないんじゃないかなと。そうなんですよ。ですから昨日もある大学の先生と話してたんですけど、例えばお寺、これはもう有名なお寺だけじゃなくてね、いろんなお寺に素晴らしいお庭があったり像があったり、あるいはしつらえ建築そのものの技巧を凝らしたものがあったり、それを未公開になっているものも多くてですね、例えばそういうのを大学生の方々も実は素通りしておられて、でそれをどうやってこれからね世界中にシェアして、で場合によっては文化庁のお金も必要ですけれど、それだけじゃない
こういうものを守るためにということで世界中の人たちがそれに対して何らかの形で貢献していただく、場合によっては私が守ろうということでそれを上手に使っていただく、京町屋なんかで言うとですね、結構やっぱり毎年毎年素晴らしい京町屋のお店とかが取り壊しになっている事例もあるんで、それを保全して使ってもらう、それから若い人たちに社会に関わってもらう、大学とキャンパスでの活動すごい大事ですけど、それとご自身の学生マンションと往復するだけじゃなくて、社会に関わってもらう、それはね、そうすると京都が誇る、ここら辺もそうですけれど、上京なんかのですね、町衆っていう方々が京都の文化を築いてこられた町衆もちょっと高齢化してます。そういう人ともっと若い人が混じり合う機会をね、いろんな場面で作っていくということがすごく大事じゃないかなと思ってます。やっぱり産官学がもう協力していろんなことをしていかないといけませんね。はい。インバウンドもたくさんいらっしゃるけど、やっぱり古いところにちょっと民泊かなんかに行ってみたいとか、うちも。今インバウンドでね、富田屋さんにももう外国のお客様たくさんいらっしゃるでしょ。で外国の方がたくさん来てくださるのは嬉しいこともいっぱいあるんですけど、他方で観光郊外と言われるように、市バスに地元の方々乗りにくいとか、今いろいろと不便駅も出てきていますよね。でそれについては、新しい市長として何かこういう対処とかお考えあるでしょうか。この収録が公開されている頃にはですね、観光特急バスというのを走らせて、まだ試行的に2路線なんですけど、東山のエリアを中心に、それは候補のバス停を止まらず、大きな観光スポットだけ止まると。なるほど。イタリアがそれやってましたね。ちょっとそういうアイディアをね、世界の中のアイディアも借りて、でそういうものを、これ土日祝日はですね、通勤通学の方が減るんで、バス実はもうパンパンなんです。もうただそのバスの余裕を、若干増車してですね、でそういうバスを作って、それは500円いただくんです。なるほど。で地域の人たちは500円ですから乗られない。で観光の方はですね、じゃあ観光の方にたくさんお金いただくかというと、多くの方は地下鉄バス1日券を買ってもらうんです。そうすると230円であろうと500円であろうと乗られますから、観光の方はそういうバスの方が途中止まらないですから、だからできるだけを分けて、地域の生活と観光がお互いが圧迫し合ってですね、それでなんか若干トラブルがあったりするケースも残念ながらないわけではないもんですから、それを減らして、で観光客にとっても心地よく、で地域の人たちもその今おっしゃったようななんとか郊外みたいな言葉が出てくるっていうのはやっぱ悲しいことなんで、そうならないように。松師匠はね、落語が大好きでいらっしゃるね。そうで、東京におられた時は寄席とかよく行ってらっしゃったと思う。さすがに師匠になるとちょっと寄席に行くとかいう機会はどうですか。京都に寄席がないので、でもね、逆に言うとですね、これは例えばここも素晴らしい、富田屋さんも素晴らしい失礼なんで、ここでもぜひしてもらえばね、いいと思います。京都の町屋とかお寺でそういう伝統芸能を楽しむとか、それからゴールデンウィークを挟んで京都グラフィーってあって、これは中京下京ぐらいが中心でしたけど、いろんな京の町屋、あるいはいろんな施設を使ってですね、あっちこっちで写真展、アート展を分散型でね、十何箇所を使ってやられるっていう、ああいうのもね、大きな展覧会でもちろん、例えば京都市京セラ美術館、素晴らしい今村上さんの展示なんかもしていただいてますが、同時に分散型でね、ちょっとした京町屋で少しアートの展示会をしていただくとか、ちょっと音楽の催しをしていただくとか、そうすると町全体がミュージアムみたいになって、でやっぱりこういう町屋を残さないかな、残されるのも本当に大変だと思うんですよ。ね、経済的にも本当に大変ですよ。それをね、同時にそれを本当に国だけじゃなくて、もっと人々の力で残すためのやり方を若い人たちにいろんな知恵とか工夫を巡らしてもらうようなことも、大学生にそういう社会課題の実現解決に対してね、取り組んでもらうような町にする、人口の1割がいて、彼らは納税は確かにしないけれど、で勉強するのが本務ですけど、同時にその社会課題に対して何らかの関心を持ってもらって、その後の人生も含めて今日のこの素晴らしい文化を学んだ人間として
どうそこに貢献するかっていう、その気持ちを持ってもらうようなね。そういう体験があればね、たとえ就職で一旦東京とかよそに出て行っても、また戻ってきたいと思いますからね。それから京都にはすごい自然もあるわけです。例えば京北っていうのは右京区の一つのエリアになったわけですね。ですからああいう町がある、あるいは左京の奥の方もですね、とても素晴らしい森林がある。で、四国には神山町っていうところがあって、新しいライフスタイルというものをあの町で作ってますが、京都は中心市街地もあるけど、本当に自然豊かな周辺部もあるんで、その周辺部の魅力っていうのも訴えていきたいと思うんですね。洛中にはない魅力が京都市内をくまなく巡りますね。そうそう、洛西って今までちゃんとゆっくり見てなかったけど、こんなとこがあるのかとか、この山科とか醍醐は実はこういう魅力があるんじゃない、ポテンシャルがあるんじゃないか、森の京都はどうか、伏見というのの独自のこの文化、このお酒を生んだあの町の中心地の素晴らしさ、それから周辺部は周辺部で醍醐地域なんかはまた違う歴史もありますし、素晴らしい京都の多様性というのをね、今ベルトコンベヤーに乗りながらまだベルトコンベヤーに乗ってるのが私の現時点での限界ですけど、それを少しずつ分かって、京都と一言で言ってもやっぱり東西南北多様性があるな、この多様性をどううまく紡いでいけるかなっていうのが今後の課題ですね。市長はなんていうか一つの結節点だと思ってるんです。ですから皆さんのお知恵をいただいてワクワクするようなね、やっぱり東京に私も10年ブランクがありましたから、京都は街並みもね実は綺麗になってる部分が多いですね。皆さん京都の人は厳しい人が多いから、ここがあかん、あそこがあかんということを批判的な建設的批判も多いんですが、だけど見てるとやっぱりこんな素晴らしい問題さんのようなこんなお庭があって、こんなしつらいがあって、ここでさっきもちょっとお弁当いただいたんですが心尽くしのお弁当をいただいて、ちょっと時の流れが東京では味わえない流れ、空間があります。今日はこの今オンエアの頃は梅雨に入ってるかもしれませんが、梅雨の、直前のね素晴らしいこの新緑で、この日差しがあって、この街があって、これは東京でいくらお金出したってね、なんとか大ヒルズとかそういうものは東京にはニョキニョキできても、こういうものはおそらく新しく作ることはできない。これは素晴らしい。だからおそらく世界中のセレブに限らずアーティストもサイエンティストもそれから当然アントレプレナーもここに来て充電して新しいビジネスアイデアを得ようというふうに思う方がこれだけ多いというのは、やっぱりこのしつらいだと思います。だからそれを京都はもう一工夫して、素通りではなくてお忍びではなくて、ちょっと京都の街の人と交わっていただくという場をどう作っていくか。それはどうぞよろしく今後ともこれからもお願いいたします。本日は新市長松井市長に来ていただきまして、1年後ですね。そうですね。また来ていただきましょう。採点。さすが先生の。じゃあ本日はありがとうございました。問題や。